シェラ。皆さんこんにちは、二人パパのみっつんです。今回から始まる日本編第1弾は過酷すぎた空の旅。スウェーデンのルレウから日本の羽田までキャンセルや変更の連続でチケットがギリギリまで手に入らず不安に襲われながらのドアトゥードア34時間の旅。迎えてくれるのは日本の美しい景色と久しぶりのリカパッパとの再会まで、最後までお見逃しなく。それでは行きましょう。二人パパのチケットがない6歳息子と飛ぶ34時間空の旅。皆さんこんにちは、二人パパのみっつんです。今日の動画はですね、スウェーデンから日本までの旅行の旅の様子を記録したいと思います。今スウェーデンにまだいますけれども、明日の朝4時半に出発です。ちなみに今は8時です。でも何もパッキングが終わっていません何にもってことはないけど、ちょっと出してあるけど何にもスーツケースには詰めていないっていう感じです。皆さんあとご存知だと思うんですけれども、リカパパはもう先に日本に行ってるので、僕と息子くんの2人での旅行になります。1週間ぶりにリカパパに会えるのでちょっと楽しみにしてます。今回の旅行はですね、旅行っていうか3ヶ月ぐらいの滞在になるって別の動画でもお話ししたんですけれども、そんなに荷物はたくさんないと思うんですけれども、今回フライトがすごい大変で、ストライキの影響で本当はなんか月曜日に出るはずだったのが、土曜日になりでそこからまたさらに変更があって水曜日になりということで、ちょっともう不安でしかありません。マジで不安またこれ以上変更になったらどうしようっていう感じなんですけれども、とりあえず行くしかありません。息子くんパッカできた？僕までしてない。何してんのじゃペンナ探してる。 OK。 でもこれちょうどね、学校からもらってきたドリルみたいなやつがあるので、日本にいる間もスウェーデン語のお勉強もちょっとしてくださいねって学校の先生から言われたね。フルーケンから。ミスパパはもうほらもうパッカしなきゃいけない。サウナ温めてる間に30分ぐらいでできるかな。機材やお洋服を荷造りしていきながらも、翌日の日本までの移動が長いので息子くんとサウナに入ったりしたその直後、大変なことが発覚しました。先ほど動画を撮ってから4時間ほどが経ちました。なんだかパッキングは終わったんですけど、先ほどパッキングをしてる間にまたフライトが変更になっていることに気づき、何のメールとかお知らせも来てないかったんですけど、念のためと思って自分で調べたらフライトが変更されていて、この時の3つ疲れすぎてちゃんと説明できていないのでこちらで説明します。今回ストライキでキャンセルになったのは3便乗るうちの2便目だけ。ストライキが決まって予約した航空会社に電話で問い合わせてみると、通常なら振り替え便を用意するところ今回はもう用意できないと言われたので、その場で 1,2 便目をキャンセルして3便目の出発地までは別の航空会社を使い自力で予約したんですね。そしたらこの時まで何の連絡もないまま元の航空会社から振り替え便が用意されていたというわけなんです。気づいた瞬間にまたコールセンターに電話してまず確認で、キャンセルしたと言ってもされてないの一点張り。結局その振り替え便に乗ることにして自力で取ったフライトのキャンセルの手続きをしてこの時間です。それならそれで連絡してほしかったんですけど、しかも普段なら前日にはできるオンラインチェックインができず、この時点で搭乗券がまだない状態。本当に行けるか心配で少し放心状態です。そして朝は4時起きだし、本当もう日本にさえ行ければもういいと思います。無事に行ければ何でもいいです。もう本当にかかってこいって感じです。はい。なんとか4時半のお迎えタクシーに乗り込んだみつパッパと息子くん。空港に着いてカウンターでチェックインをすると、なんとかチケットが発券されたはされたのですが、
今ルレオの空港ですけど、チェックインができず、3本乗るうちの今日は3本乗って東京行くんですけど、3本乗るうちの1本しかチケットが出ませんでした。そしてついてない時はついてないもので、朝ごはんを空港で今日は買って行こうと思ったら売店が改装でお店が閉まっていたという。息子くんはチップスを食べています。ルレオだからあんま心配ないと思うけど、飛行機にはものすごい雪が積もってる。外の猛吹雪で心配しましたが、無事ルレオを出発。1時間20分ほどで首都のストックホルムの空港に到着しました。やってきたのはラウンジ。いつも僕らエコノミークラスなんですが、マイルがたまりゴールド会員になっていたのでラウンジに入れることになりました。現在時刻は8時30分です。今ここはどこにいますか、息子くん。ストックホルム。そうだね、ストックホルムのラウンジにいます。それでラウンジにはカウンターがあるので、そこで、チケット出てるか聞いたんですけど、やっぱりまだ出てないっていうことで、今回振り替え便を用意した元の航空会社が振り替え便の搭乗券をまだ発見していないということで、この空港では発見ができないということでした。この後はパリまで行って、パリから羽田というルートなのですが、まずパリまで行けるかも不安になってきました。何？飛ぼう。でもまだあと7時間ぐらいあります、飛ぶまで。ラウンジで待ってるだけ良かったかもしれません。どのグラスで飲んでんのあんた。シャンパングラスで飲んでんね。何違うの？今時刻は10時50分です。あまり長い間いたのでラウンジのメニューが変わって、ランチ用のスープとサラダが出てきてました。こうしてご飯を食べたり、息子くんは iPad で動画を見たり、ミツパッパはお仕事をしたり、持ってきた UNO を2人でやったりして、なんとか時間を潰していました。するとカウンターの人が搭乗券が発見されましたよと持ってきてくれました。でもそれもパリまでで、パリ羽田間の搭乗券はパリの空港でカウンターに行ってくれとのこと。ことの状況を日本にいるリカパッパに知らせながら、なんとかパリ行きの飛行機に搭乗ということで、とりあえずパリ行きの飛行機には乗れました。2時間ぐらい乗るって。寝ちゃいな、君も。ミスパパすごい眠たい。寝たくないの？寝たくない。めっちゃ元気やん、朝4時起きなのに。けどこの前首都高に来てる時こうなったらそうね、そうやってクランマしたらちょっと元気になるかも、ミスパパも。さあでもまだパリから羽田のチケットはもらってません。2時間半のフライトは2人とも爆睡して、あっという間にパリシャルル・ド・ゴール空港に到着。そして羽田行きの飛行機は3時間後に出発です。ビレットル取るためにゲートに来るのはどのぐらいかかる？ Jag vill inte in. Det är min första gång. 初めてだからここの空港来るの。パリに到着すると次のフライトのゲートを探し、違うターミナルまで電車で移動。でも未来都市のような作りの空港に息子くんもミツパッパもちょっとワクワク。わ、すごい面白い空港、建物だね。何？そうね、上が丸い穴が開いてるもんね。そしてまたチェックインカウンターに行き、ドキドキしながらチケットがないことを伝えると、安心させてくれるような笑顔の接客とともにすぐに発券手続きをしてもらい、
ここでようやく少し心が落ち着いてきました。そしてこの空港で出国手続きをして、やっと羽田行きの飛行機に乗れるゲートまでやってきました。そのゲートの目の前で息子くんが見つけたのがこちら。チケットをもらうことができました。そしてゲートまでやってきたので、なんとか羽田まで飛べそうです。でもなぜかちょうど搭乗口のすぐ隣にアーケードゲーム屋さんがあって、コインとかいらないけど、ここのゲーム全部レバーが壊れてるから操作ができないんでね、うまく。それ食べれるんじゃない？今今食べれるんじゃない？イエス。そうして時間を潰していると、あっという間に搭乗の時間。ここまでいろいろありすぎて完全に不安は拭えていませんが、この辺りからようやく旅行のワクワク感が出てきた気がします。どう？ようやく乗れるね、3本目。めっちゃテンション高いじゃん。嬉しいの？何？あそこの上行ったの時、車の中は誰かミックの忘年を喋ってたよ、日本語で。オッケー。だから日本に行くと思うよ。そうだね。あなたも日本語喋ってるけどね。その時僕はöverraskadだったよ。あ、本当。羽田行きの飛行機に搭乗した2人ですが、今回はチケットがギリギリまで出ず、座席の指定もできなかったので、3人席で窓際だと隣が知らない人になるしと心配していましたが、親子2人旅だと分かったのか、なんと2人掛けの座席が用意されていて、ここから13時間の空の旅もいくらかストレスが少ないかもと思ったみつパッパ。ということで、イエーイ。よかったね。何？なんで？寝ちゃう？寝ていいんだよ。寝てください、むしろ。まあそうね。多分なんか最初の食べ物とかが出てくるまでは起きてた方がいいから。まあとにかくチケットが来まして、いつものアライアンスと違うので、ちょっと様子が分からなくて心配でしたけど、とりあえず荷物も羽田まで運んでくれるっていう風には言われました。こっち窓際じゃなくていいんですか？ダメ。嫌なの？ OK。 さあということで東京に行きます。映画見る？じゃあこれをずっと楽しみにしてたからね。このキッズがいいんじゃない？パンダのやつ。わあ、いろんなのあるね。出発前から映画を楽しんだ息子くん。いよいよ最後の飛行機も離陸です。パリの夜景を眼下に眺めながら無事に着くことを願います。そして運ばれてきたお食事。いつも機内食は子供用にしても好きじゃないという息子くんでしたが、どう？ポタティスもそうし。あ、よかったね。チキンのトマトソースとポタティスモースだね。あとパンもついてる。よかったね。しかも一番最初に来たんじゃない？他の人より早く。あ、さすがフランス、食事が美味しいのかな。初めて取ったよ、フランス。途中でパンや果物なども食べてはいたのですが、さすがにもうこの時間、お腹が空いていたのかもしれません。そしてみつパパのご飯もやってきましたよ。すごい美味しそう。みつパパも今日はチキンにしました。サラダも美味しそう。これあとびっくりしたのがさ、お味噌汁がついてきたんだけど、どう？お味噌汁美味しい？うん、よかった。そしてお腹いっぱいになると、同じ映画をそれぞれの画面にタイミングを合わせて再生させて一緒に見て楽しみました。ということでご飯も食べたので寝ます。
そして目が覚めたみつパッパ。おはようございます。結構寝てて気づいたらこんなとこ来てました。すげえいっぱいよく寝てたわ。なんとこの2人8時間半もぶっ通しで寝てました。おかげで13時間のパリ羽田間もあっという間。でもさすがに息子くん起こさなきゃ。よく寝たね。これ外は明るい。もうすぐ何か食べるもの出てくるかも。めっちゃ寝たね。また寝るのそれで。なんか朝ごはんすごい可愛いバッグに入ってきたね。あったかいケーキ、パン、ジュースとジャム、フルーツ、バターと、あ、落としちゃった。ちょっと待って。あとヨーグルトかな。何？伸びるストロー。あれ？食後トイレに立つとちょうど窓から見えたのがこちら。何？あそこの雪のところワゴンの上だよ。そうだね。Now it's the best spot. 長旅の疲れが吹っ飛ぶほどの美しい富士山、最高のお出迎えをしていただきました。あ、スカイツリーが見えた。あれスカイツリーじゃない？お、切った。東京タワーが見えた。わーお、東京タワーだよ。ただまた映画を見ていた息子くんにはあそうみたいな感じであしらわれましたが、いつもは成田を使うことが多かったので羽田に着陸する際のこの東京の景色に興奮したみつパパなのでした。着いた。東京着いた。着いた。はい、ということで羽田空港に到着した2人だったんですけれども、入国がうまくいくかなっていうところでドキドキしてた部分があったんですけど、良かったことと悪かったことがそれぞれありましたね。で、良かったことといえば水際対策がまだなされているんですけれども、以前は MySOS っていうものだったんですけれども、今はデジタル庁が作っているVisit Japan Web というサイトであらかじめワクチン情報なんかを、接種状況なんかを登録しておくとスムースに検疫が通れるというものがありました。で、実際に僕らもそれを利用してスムースに通過することができてよかったなと思ったんですね。あとはパスポートコントロールも今回2人日本のパスポートを使って通過するだけだったのでとてもスムースでしたし、荷物も心配していたんですけれどもルレオから羽田まで直で届けていただきました。で、そこで安心して荷物を取って、あとは税関を通らなきゃいけないんですけれども、そこがとても大変だったんです。というのも先ほども言ったビジットジャパンウェブというのは水際対策だけではなくて、税関の申請っていうのもデジタルでできるという機能が備わっています。で、そのデジタルで登録をしておくと自動化ゲートを通れるので素早くスムースに出られますよっていう触れ込みだったんですね。で、もちろん僕もそれを登録しておいたんですけれども、大変だったのが荷物を取ってその自動化ゲート行ければいいんですけど、その前に一つビジットジャパンウェブで登録しましたって人はある機械にパスポートをスキャンしたりなんかいろいろ選んだりとかをしなきゃいけなくて、あと登録した時に出た QR コードを見せるとかだったかな。で、それをやると自動化ゲートに顔認証かなんかで出れますみたいな感じになってたんですよ。だけどその機会がめちゃくちゃ少なかったみたいで、
全部が長蛇の列でみんなこう荷物大きい抱えたままずっと並んでるんですね。で僕もしょうがないからそれ並んでやろうとしてやってみたんですけど、エラーが出たんです。でエラーが出て係員の人に問い合わせてくださいみたいな感じだったので、いわゆる今まで通りの人が立っている税関のゲートにこういう表示だったんですけどどうすればいいですかって聞いたら、多分お子さんがいる方は自動化ゲート通れないのでこちらで税関チェックしますみたいなことを言われて、もちろん登録はしてあったのでそれを見せるだけではあったんですけれども、なんか親子連れは自動化ゲート通れないんだったらあんまり意味ないなと思って、その係員さんにじゃあ親子連れの時って今まで通り紙で書いて持ってきた方が良かったりしますって聞いたら、ああそうですねみたいな感じで言われて、あ、そうなんですか、分かりました、じゃあ次からはそうしますみたいな感じで通過できたんですけれども、もしね今後親子連れで日本に入国される方がいたらビジットジャパンウェブに登録せずにその場に置いてある紙でやった方がいいかなっていうのをちょっとお伝えしたかったなと思いました。でももちろん僕らが入国してからも 2,3 週間経ってますので、もしかしたら何か改善策取られてるかもしれませんけれども、これからゴールデンウィークで、旅行シーズンで海外行かれる方も多いと思うので、参考にしていただけたらと思います。さあということで羽田空港をこの後2人は出て久しぶりのリカパッパとの再会です。空港を出て電車の駅でのこと。早速日本っぽいものに息子くんが食いついています。イエーイ、自動販売機自分で買えた。そして電車に乗って着いたのは品川。仕事の都合で先に来ていたリカパッパと待ち合わせです。下に行くんだね。下が改札だね。改札は何？ゲートフルゲッテをやるところ。新幹線あったね。リカパパ今連絡取ってます。ちょっと待っててください。ねえリカパパ来たよ。早く。なんだ早っ。絶対時間かかると思ったからちょっとテレビ見せてたんだけど。ちょっと遠いけど。よかったよかった。お疲れ。無事にとりあえず無事に着きました。もうマジでハラハラドキドキだった。今回もうマジでもう着くまで怖かった。着いてからも怖かったし。今そう。日本で OK です。日本へお邪魔します。まだご飯食べてないでしょ。まだご飯食べてない。なんか食べに行こうか。食べに行こう。ね、すごい日本来て一番最初の食事がそば。食べれる？自分で。初めての。いや来たことあるよ。そばうまいですか？フードちょっとフード取った方がいいな。何？ということでようやく着いた日本。大変だったけどとにかく無事に到着してまた家族3人一緒になれたのが何より。ちょっと長めの3ヶ月の滞在の様子もできる限りご紹介できたらと思っています。ぜひチャンネル登録してお待ちくださいね。ヘイドー。さーて来週の2人パパはお人形じゃない方のリカちゃんです。ミツオと息子くんが到着した翌日、ミツオの実家に行きました。ちょうど春休みだったので、近所の親戚の子供たちも集まり、家族で花見に行くことに。日本での花見は12年ぶり。今回、名古屋エリアの屋台飯も発見。初めて食べてみましたよ。僕の食レポもお楽しみに。さて次回は、息子くん初めての花見。名古屋名物屋台飯花よりあめちゃんの3本です。次回もまた見てくださいね。 Sten, sax, påse. Vad blir det? あ、すごい。こうお手で入れれるの？本当だ。二人パパ。